今日は作り置きと冷凍保存できるピーマンの肉詰めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は柔らかジューシーなピーマンの肉詰めを作りたいと思います。通常肉詰めを作るときはピーマンを縦半分に切ってお肉を詰めていくのが多いと思うんですが、今回はピーマンを輪切りにして作っていきたいと思います。一口サイズに作れるのでお弁当のおかずにもぴったりです。あとはですね、冷めても柔らかく仕上げるコツなどもご紹介していきます。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずソース以外のピーマンの肉詰めの材料をご紹介します。材料はこちらです。ピーマン、合いびき肉、玉ねぎ、パン粉、マヨネーズ、味塩コショウ、片栗粉、こちらの材料で作っていきます。ピーマンは大きさによって使う個数が変わりますので、だいたい4個から5個ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしてこちらのひき肉は合いびき肉を使いますが、豚のひき肉やまたはね、鶏のひき肉などで代用していただいても OK です。で、今回のポイントはこちら、マヨネーズですね。マヨネーズを加えることでとても柔らかでジューシーな仕上がりになります。そしてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、醤油、みりん、そして焼く時にサラダ油を使います。今回ソースはね、このケチャップ、醤油、みりんで仕上げていきたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まず肉ダネから作ります。玉ねぎの皮を剥きましょう。上下のヘタを取ってまず皮を剥きます。玉ねぎはみじん切りにします。これはやりやすい方向でやってください。はい、みじん切りが終わりました。で、そしたらですね、みじん切りした玉ねぎを耐熱のボウルに入れてください。そしてふわっとね、このようにラップをして電子レンジ 600W で1分加熱して少し玉ねぎに火を通しておきましょう。はい、加熱し終わりました。やけどしないようにラップを外します。玉ねぎがね、半透明ぐらいになってれば OK です。ではね、これちょっと冷ましておきたいので、少しこうやって玉ねぎをね、広げましょう。そうするとね、冷めるのが早くなります。このように玉ねぎを広げて粗熱を取ります。それではボウルにひき肉を入れます。ひき肉をね、まず何も入れない状態で少し粘り気が出るまでこねます。何も入れない状態であらかじめ粘り気が出るまでこねていただくと、お肉の肉汁が外に出てしまうことなく閉じ込めることができてとてもジューシーに仕上がります。この時ね、素早くやっていただかないとどんどんね、このお肉の脂も溶け出してしまいますので、もし手が熱かったりとか作る環境が熱い場合は氷水に当てながらこねてみてください。それでは手をきれいに洗っていただいてしっかりとこねていきます。このようにしっかりこねていただければ OK です。それでは冷ました玉ねぎを入れます。そしてパン粉、あと片栗粉。このね、片栗粉を入れるとお肉の肉汁をギュッと閉じ込めることができます。そしてこちらのマヨネーズですね。このマヨネーズを加えるとお肉がね、とてもジューシーになるのと、あとね、冷めても美味しくいただけます。で、そして味塩コショウを2つまみ入れて混ぜていきます。ずっと手でこねるとお肉にね、熱が伝わって油が溶け出しちゃうので、最初は手でしっかりこねて、具材を入れたらゴムベラでこねていただくのがいいかなと思います。はい、肉ダネの準備はこれで OK です。それではね、ピーマンの準備をしていきます。まずね、ピーマンのヘタの部分を切り落とします。で、そしたら中身の種を取ります。くっついてる部分にまず包丁で切れ込みを入れましょう。包丁でね、ちょっとやるのが危ないなっていう時はキッチンバサミを使ってください。で、種を取り除きます。で、そしたらピーマンを 1.5 センチ幅ぐらいに切ります。はい、こんな感じ。この綿の部分は取り除きます。このようにね、綿の部分を取りましょう。こんな感じの輪っかにしてください。それでは同じように他のピーマンも切っていきます。はい、今ね、5個分切りました。こんな感じです。この個数をね、まず多めに切っていただいて、で、余ったものはこのヘタの部分と一緒に野菜炒めとかに使っていただくといいかなと思います。そうしましたらポリ袋を用意して、この中にピーマンを入れていきます。
このお尻の部分もね、お肉が詰められるものはね、詰めたいと思います。片栗粉を入れます。そしたら口を持ってピーマン全体に片栗粉をまぶします。このようにまぶせれば OK です。では片栗粉をまぶしたこちらのピーマンにお肉を詰めていきます。お肉を詰めるときは手に薄くサラダ油を塗っていただくと手にお肉がつきにくいので、軽くね塗ってください。お肉をピーマンの中に詰めていきます。お肉はね焼くと縮んでくるので、ほんと結構きつめにパンパンにお肉を詰めてください。はい、こんな感じです。このようにしっかりとお肉を詰めましょう。では残りも同じようにね肉種を詰めていきます。このように詰め終わりました。全部でね5個分のピーマンになりました。輪切りの方はこのようにしっかりお肉をきっちり詰めてください。でお尻の部分はね空いてる隙間にこのようにお肉を詰めてください。はい、それではね焼く前にソースを合わせておきます。まずケチャップ、そしてみりん、そして醤油です。これをよく混ぜましょう。はい、ソースはこれで OK です。それでは焼いていきます。フライパンにサラダ油です。でこれを薄く伸ばしてください。まだ火はつけていない状態です。はい、それでは火にかけます。で火加減中火です。でだいたいフライパンをね30秒ほど温めましょう。ピーマンの肉詰めを並べていきます。で並べる時はちょっと弱めにしていただいて OK です。ちょっとこう入れた時にキュッと手で押さえてください。でこの時ねやけどしないように注意してください。でこのねお尻の部分は肉種の部分を下にして焼いていきましょう。はい、 OK です。でこのままだいたい2分ほど焼き色がつくまで焼いていきます。でいい焼き色がついたので裏返します。やけどしないように注意してください。ちょっとねピーマンが滑るので菜箸でコロッとやった方がねやりやすいと思います。そしたらですねここにお水を大さじ1杯ぐらい入れて、で蓋をします。そうしましたら火加減を弱火にして2分から3分ほど蒸し焼きしていきます。途中でね焦げてないか時折チェックしながら焼くようにしてください。今ね2分30秒ほど経ちました。ちょっとね開けます。はい、水分も飛んで、いいですね。いい感じに焼き色がついたので火を止めます。はい、こんな感じです。でこのね裏側も綺麗に焼き色がつきました。そしたらですねこのフライパンに残ってるちょっと余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。はい、このようにきちんと拭き取りましょう。でこうやってねきちんと拭き取っていただくことによって作り置きしても油ギトギトにならず美味しく召し上がっていただけます。こちら混ぜておいたソースを入れます。回し入れましょう。はい、そして火にかけます。火加減は弱めの中火で OK です。肉詰めに絡めながら煮詰めていきます。でこの時ね強くやっちゃうとピーマンからお肉が離れたりするので優しくこうひっくり返していきましょう。はい、でソースがひと煮立ちしてお肉にしっかり絡んだら OK です。はい、これで完成です。冷蔵で作り置きする場合は密閉できる容器に入れていただいてしっかりこのように蓋をして冷蔵保存してください。冷蔵保存の場合は 2,3 日を目安に召し上がってください。で冷凍保存する場合はこのように1個ずつねラップで包んでいただいてこういったジップ袋に詰めてでしっかりね空気を抜いて口を閉じて冷凍保存してください。で冷凍の場合はだいたい 2,3 週間ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。はい、これでピーマンの肉詰めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように輪切りに切っていただくとピーマンからお肉が離れずこんな感じでお肉もギュッと詰まって美味しそうな肉詰めに仕上がりました。そして上にですねちょっと白ごまをね散らしました。こちらはお好みで OK です。お尻の部分はこのように仕上がってます。それでは早速いただきます。いただきます。
お肉もすごく柔らかくて、ピーマンのシャキッとした食感も残っててとても美味しいです。このね、またピーマンの香りも引き立ってとても美味しいです。これはもう何個でもパクパク食べれちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピーマンの肉詰めのポイントです。まずピーマンに関してなんですけれども、今回は輪切りにしてその中にお肉を詰めました。そうすることで焼いている最中にお肉からピーマンが離れることなく、焼きムラもなく仕上げることができます。あとはね、一口サイズに仕上がるので、お弁当のおかずにもね、ぴったりかなと思います。そして肉種のポイントです。今回は合いびき肉を使ってるんですけれども、こちらは豚のひき肉とか、あとは鶏のひき肉でも代用していただいて OK です。肉種を作る時のポイントなんですけれども、まず何も入れない状態でひき肉だけを粘り気が出るまでこねるようにしてください。で、そうすることでお肉同士がきちんとくっついて、旨味の入った油が外に出にくくなってとてもジューシーに仕上がります。で、さらにですね、ここにマヨネーズを加えることで冷めても柔らかくてジューシーのまま最後まで美味しく召し上がっていただけます。そしてピーマンにお肉を詰める時のポイントなんですけれども、ピーマンに片栗粉をまぶしてください。そうすることで焼いている最中にピーマンからお肉が離れなくなります。で、今回ね、作り置きできるんですけれども、冷蔵で作り置きする場合は必ず密閉できる容器に入れて 2,3 日ぐらいを目安に召し上がってください。そして冷凍保存するときは一個一個ラップに包んで、その後フリーザーバッグとかに入れていただいて冷凍保存してください。で、冷凍保存の場合はだいたい 2,3 週間を目安に召し上がっていただけたらと思います。はい、ということで今回はね、ピーマンの肉詰めを作りました。こういった形にしていただくとお弁当のおかずとかちょっとしたお酒のおつまみにもぴったりかと思います。とても簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピーマンの肉詰めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。